そろそろ冬休みの予定を立てなきゃいけないんだけど、どこからいい場所を知らない？冬ならやっぱり雪景色を見ながら温泉に入れる場所がいいんじゃないですか？それは最高だね。でも今からだとホテルを予約するのは難しいかな。人気の旅館はすぐに埋まってしまうので、早めに旅行サイトをチェックした方がいいですよ。確かにそうだね。今夜家に帰ったらすぐ調べてみるよ。もし車で行くなら、雪用のタイヤも準備しておいてくださいね。あ、そのことすっくり忘れていたよ。教えてくれてありがとう。いいえ、準備をしっかりしてリラックスできる旅行になるといいですね。うん、おかげで楽しみになってきたよ。予約が取れたらまたお土産話を聞かせてくださいね。あ、どうしよう。さっきスマホを落として画面を割っちゃったよ。うわぁ、ひどく割れていますね。操作はできるんですか？なんとか動くけど、指を切りそうで怖いんだ。それなら早く駅前の修理ショップに持って行った方がいいですよ。そうだね。でもデータが消えちゃったりしないかな。念のため、お店に行く前にクラウドにバックアップを取っておくことをお勧めします。わかった。Wi-Fi があるところですぐに保存しておけよ。画面の修理だけなら、だいたい1時間くらいで治るはずですよ。それを聞いて少し安心したよ。午後からお店に行ってきる。治った後は、画面を守る保護フィルムを貼った方がいいですね。週末、市役所で開催される国際交流イベントにボランティアとして参加することにしたんだ。素晴らしいですね。具体的にどんなことを手伝うんですか？会場の案内と外国人のお客さんの通訳を少しやる予定だよ。英語を使ういいチャンスですね。緊張していますか？うまく話せるか心配で、最近よく英語のフレーズを復習しているんだ。完璧じゃなくても、笑顔でコミュニケーションを取ろうとすれば伝わりますよ。そう言ってもらえると気が楽になるよ。いろんな国の人と話せるので、きっといい経験になりますよ。うん。自分から積極的に話しかけてみるつもりだよ。来週母の誕生だけど、何を送れば喜んでくれるか迷っているんだ。お母さんは普段どんなことが好きなんですか？よく庭で花を育てているし、散歩も好きみたいだよ。それなら、日焼けを防げるおしゃれな帽子やストールはどうですか？なるほど。それは実用的で良さそうだね。ええ、これからの季節にぴったりですし、毎日のように使ってもらえますよ。デパートに行ったらそういう小物のコーナーを探してみるよ。色はお母さんがよく着ている服に合うものを選ぶといいですよ。的確なアドバイスをありがとう。これでいいプレゼントが買えそうだ。素敵な誕生日になるといいですね。最近韓国ドラマにハマっていて、字幕なしで見られるようになりたいんだ。それは素敵な目標ですね。もう単語の勉強は始めましたか？うん、アプリを使って毎日少しずつ覚え始めたところだよ。語学は継続が一番大切ですから、その調子ですね。でも発音が難しくて、なかなか一人じゃ上達しない気がするんだ。それなら、オンラインの会話レッスンを受けてみるのはどうですか？オンラインか。それなら家で空いた時間にできるね。ええ、ネイティブの先生と話すと、リスニングの力もぐっと上がりますよ。無料体験があるか、後で調べてみることにするよ。応援しています。
いつか韓国語でドラマの感想を教えてくださいね。駅の南口に行列ができるくらい人気のイタリアンのレストランができたらしいよ。私も気になっていました。手作りのピザがすごく美味しいらしいですね。そうそう。でもいつ見ても人がいっぱいで入るのを諦めちゃうんだ。ランチタイムは特に混むので、ディナーの予約を取った方が確実ですよ。なるほど。予約ができるなら並ばなくて済むね。もしよかったら、今度の金曜日の仕事終わりに一緒に行きませんか？いいね。行こう。じゃあ僕がお店に電話して席を取っておくよ。ありがとうございます。その日のためにお腹を空かせておきますね。僕も今から何を食べようか迷ってしまうよ。金曜日が楽しみですね。お仕事頑張れそうです。ネットで買ったジャケットが届いたんだけど、サイズが全然合わなくてがっかりしているところだよ。ネット通販だとそういうことよくありますよね。デザインはすごく気に入っているのに、袖が長すぎるんだよ。返品や交換の対応はしてくれないんですか？サイトを確認したら、セール品だから返品できないって書いてあったんだ。それはショックですね。次からは他のお客さんのレビューをよく読んだ方がいいですよ。まったくその通りだね。少し大きめって書いている人がいたのに見落としていたよ。サイズ表を持っている服と比べるのも失敗しないコツですよ。いい勉強になったよ。このジャケットは弟に譲ることにするよ。弟さんにはサイズが合うといいですね。ニュースで見たんだけど、今週末にかなり大きな台風が接近するらしいね。今年一番の勢力みたいですね。もう何か準備はしましたか？いやー、特にまだ何も。食べ物くらいは買っておいた方がいいかな。スーパーから水やカップラーメンがなくなる前に早めに買った方がいいですよ。確かにそうだね。あと、停電になるかもしれないから懐中電灯も必要だ。モバイルバッテリーも満タンに充電しておくことを忘れないでくださいね。君は準備がいいね。帰りにドラッグストアに寄っていろいろ買っていくよ。ベランダに出しているものも風で飛ばないように部屋に入れておいてくださいね。わかった。何事もなく過ぎ去ってくれるといいんだけど。本当ですね。お互い気をつけて週末を過ごしましょう。